ヘッドウェイテクニカルディレクターの安井です。前回ヘッドウェイの夏桜モデルを紹介したんですけども、カラーサンプルしかねこの間ご紹介できませんでしたけども、結構加工が進んでますので、ちょっと工場の方に行ってご紹介したいと思います。では行きましょうか。はい、では工場の方着いたんで中の方ご紹介したいと思います。どうぞ。はい、こちらがですねヘッドウェイスタンダードシリーズを塗装している塗装場になります。今ちょうど今ご紹介している桜モデルの夜桜カラーのものをバックかけているところですね。こちらはですねちょうど桜モデルを塗装の研磨をしているところですね。それから着色に移る直前の工程になります。はい、続いてこちらですけども、ちょっと中の方に入ってきました。こちら非常に暑くてムシムシしてるんですけども、塗装を終えたボディを乾燥させる。ちょうどここに夜桜の桜とブルーのネックがあります。こちらでこちらにですねご紹介しているこちら今年の2020の夏桜モデルの前回の動画でご紹介してました夏桜ブルーのカラーですね。こういったカラーになりました。続いてはですねヘッドウェイの残るインレイワークをちょっとご紹介したいと思います。はい、こちらがですねヘッドウェイのインレイを加工している NC の加工機の部屋になります。こちら今いますのが吉田君といいまして、うちのインレイワークを一手に引き上げてデザインから加工まで全部やっていただいております。はい、続いてはですねネックセットとしている方に行きたいと思います。はい、やってまいりました。こちらがですねヘッドウェイの中枢部になる ATB シリーズとフォームシリーズもスタンダードシリーズね全て、手作業で加工している場所になります。はい、それではですね夏桜モデルがちょうどこれからネックセットをするみたいなので見ていきましょうか。うちの場合はですね後仕込みになりますんで、塗装が終わってからネックセットになります。今ちょうどこのネックのフリーといいましてね、ネックがボディにちゃんとまっすぐついているかどうか確かめて、はい、このネックセットする時のこのクランプの圧力も微妙に、調整しないと正確なネックセット角になりませんので、はい、それではこれから実際にボンドを塗っていきますので、ちょっとじっくり見ていきましょう。はい、見えてきたのがこのダブテールジョイントですね。うちの、ネックセット方法になりますね。接着部分の塗装は全て取られています。で今これやっているのが塗装の、余分な部分を取っているところですね。こういった形でのみで一本一本丁寧に手作業で取っていきます。これもですね力加減を間違えますと当然トップのスプルースをえぐってしまったりしますので、なかなか熟練の腕が必要な工程になります。はい、これで余分なところが全て取り除かれました。はい、今塗っているのが、接着剤になりますタイトボンドですね。うちのネックセットはみんなこのタイトボンドでネックセットしています。非常に強力につきますので、一度ネックセットしてしまいますと、取り外すのは容易ではありません。なので一発でビシッと決めないと、いけない難しい作業になります。はい、ボンドが終わりましたのでこれも作業に入ります。ヘッド側と、ボディエンド側から、押さえまして、最後に一番の要となりますこのネックセット部ダブテールの押し込んでいるところです。今でこの調整が、うまくいかないと規定通りの角度にセットすることができません。で余分なボンドを拭き取っているところです。これから
はい、これでネックセットが終わりました。この方法ですね、ダブテールのネックセットですけども、ヘッドウェイスタンダードシリーズ、ATB シリーズ、カスタムシリーズ、すべて同じ方法でネックセットされています。はい、続いてですね、ピックガードなんですけども、こちらも、いろいろ作りまして、どれが一番似合うかっていうのをですね、いろいろ比較段階でやったんですけど、こういったものとか、微妙にこれ色が変わってくるんですけども、こういったものとかですね、あとはもうガラリと変わっていくと、こちらもちょっとうっすらこう白が見えてたりするんですけども、いろいろですね作った結果、こちらのパールの方に決まりましたんで、あとは実際は店頭で見ていただけると一番よくわかるかと思います。はい、ではちょっとですね、皆さんにちょっとピックガードの作ってるとこを入れたいと思いますんで、どうぞ見てください。まずピックガード材を描いてですね、こういった形で描いて、余分なところを入れます。こういった形である程度形切ったところで、今度機械の方に行ってちょっと加工しますんで、ではちょっと機械の方に行きます。はい、ちょっとうるさいですけど、機械の方着きましたんで、加工の方していきます。はい、ということで、こういった形でピックガードの方が加工ができましたんで、そうですね、ちょうどスタンダードの方の桜のサマーのカラーのやつが上がってきてますので、ちょっと見に行きましょう。こちらがですね、ようやく皆さんにお見せすることができるようになったんですけども、今年の2020のスタンダードモデルの桜サマーカラーになります。この桜サマーのカラーなんですけども、こちらの出来上がったものですけども、その前にですね、こういった形で、いろいろ青でも、鮮やかなこのブルーであったり、少しトーンが落ち着いたカラーであったり、いろいろ作った中でですね、最終的にこちらのこのカラーになったんですけども、こちらの色はですね、自然界である、いわゆる空の青っていうんですかね、実際の空の青を極力こううまく表現できるように、こういった形で、色を作りました。スプルースの木目もよく見えるんですけども、いろいろな方に持っていただきたいということもありまして、ちょっと落ち着いたこういったトーンに、仕上げております。続いてですね、指板の方なんですけども、こちらも夜桜モデルと同じ、白パールの桜の花びらの印泥が入っております。はい、ピックガードですけども、こちらのサマーのモデルもこういった形で夜桜と同じ、分かりますかね、結構こう下のリングなんかも透けて、木目もよく見ると見えるんですけども、こういった透けた形の、パールのピックガードになります。はい、続いて夏夜桜ブルーなんですけど、非常に微妙な色なんですけども、こちら今光が当たってるとですね、かなりこうブルーに見えるんですけども、ちょっとこれライト消してみますね。ライトを消しますとかなり黒くなります。こういった形ですね、光が当たる角度であったり、明るさが変わったりすると色が変化するっていう絶妙な色になってます。は
はい、ということで2020のスタンダードシリーズの夏夜桜モデル、夏桜モデル、リオモデルですけども、もうじき完成しますんで、全国の店でぜひ手に取って見てみてください。この2つのモデルですけども、ぜひコメント欄の方にですね、どちらの色がいいか書き込んでいただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。